この動画はブレンダーでモデルを作ったもののクラスターにアップするまでに何度もつまずいた私が自分がつまずいたところを中心に紹介しています。この動画でできることとモデルを紹介します。今回のモデルはシンプルなものを使います。他のモデルにも応用が効くようにシンプルなものを選んでいます。走ったり、椅子に座ったり、ジャンプしたりということももちろん可能です。私はここが最初うまくいかなくて悩んだので紹介しています。輪郭のあるキャラクターを作っています。ただしこれは簡単に設定ができるので輪郭のないキャラクターを作ることも可能です。キャラクターの洋服にテクスチャーを使っています。簡単なテクスチャーですが参考になればと思っています。瞬きもします。表情設定についても簡単に触れているので参考にしてください。一人称視点にした時に自分の体の中が見えてしまう、視点の高さが合わないなどのトラブルに対応しています。髪の毛など揺れるものの設定は今回はありませんが、どこを設定すれば揺れ物ができるかの紹介はします。以上の内容を実際の作業工程に沿って紹介していきます。実際の作業を始める前に大まかな流れを紹介します。まずはじめにブレンダーでモデルを作成します。そのモデルを FBX というデータ形式で出力して Unity というツールでクラスターで使えるように整えます。それを VRM という形で出力してクラスターにアップしていよいよ遊べる状態になります。この動画ではモデル作成はある程度終わっているものとして FBX として出力する時の注意点から説明していきます。この動画で紹介する注意点は全部で10個です。1つ目はアウトラインは背面法禁止ということ。背面法というのはブレンダー上でモディファイアを使って輪郭線を作る方法です。アウトライン用のマテリアルを追加してこのマテリアルが裏面も表示されるように設定をします。そしてソリッド化のモディファイアを追加していろいろ設定すると輪郭線が現れるよというのが背面法です。ただこの方法で輪郭線を設定すると頂点数が増えて後々の作業が大変になる上、クラスターでエラーを起こす原因になってしまうようなので、ブレンダーではなく Unity 上で輪郭線を設定することをお勧めします。なのでここでは輪郭線は設定しません。次の注意点はシェーディングはデフォルトで OK ということ。ブレンダーでモデルを作り込んだ方はもしかすると凝ったシェーディングを設定されたかもしれません。ただ FBX で出力して Unity にモデルを持っていくとそのブレンダー上で設定したシェーディング情報は引き継がれません。なのでクラスター上で使うモデルを作っているだけだよという方はブレンダー上でシェーディング情報を調整する必要はありません。ここでは簡単な色とテクスチャーを使う場合はテクスチャーの設定をして終わりで大丈夫です。ちなみにテクスチャーの設定はマテリアルプロパティのベースカラーの横にある黄色い丸から画像テクスチャーを選択してその後フォルダがポップアップで現れますので使いたいテクスチャーを選択するとテクスチャーが設定されます。ここでは洋服だけをテクスチャーを使うので顔のところは削除しておきます。3つ目、テクスチャーは UV 展開をして適切に貼る。UV 展開の情報は Unity にも引き継がれます。なのでこのお花の T シャツの場合、このピンクのお花を胸のところに設定したいんだよねというこだわりがあったり、顔のテクスチャで頬紅をしっかりほっぺたに設定したい時などは UV 展開を丁寧にして自分が思った柄が出るようにブレンダー上で調整をします。シームを入れる位置が難しいですが、なるべく目立たないところに入れるのがコツかなと思います。4つ目、ボーンは VRM ヒューマノイド。VRM ヒューマノイドのボーンを使うとクラスターに必要なボーンの設定がすでにされている状態なのでとても便利です。VRM ヒューマノイドのボーンはオブジェクトモードの画面で Shift-A からアーマチュアを選んでいただくと設定できます。自分のモデルに合ったサイズに設定をして親子付けとウェイトペインティングをしていきます。ちなみに今の状態だとモデルにボーンが埋もれて見づらいのですが、このビューポート表示のところから最前面を選ぶと
モデルの中に埋まっている状態なのに見え方としては手前に見えるという調整しやすい状態になるのでおすすめです。5つ目、ウェイトペインティング。大変だけど頑張りましょう。ボーンの配置が終わったら親子付けをしてウェイトペインティングを行います。このウェイトペインティングがかなりくせ者だなと思っています。ウェイトペインティングは各頂点に対して君はこのボーンに付随して動くんだよという指令を出す役割だと思っています。ただこの指令がちょっとでも 0.1 でも余分なところについていると意図しない動きにつながったりします。クラスターにアップした時にブレンダーで作った時はこんな形じゃなかったのになともし思ったなら、それは結構ウェイトペインティングが原因だったりします。ウェイトを細かく調整したい場合は左上の頂点で選択を押した上でコントロールを押しながら頂点を選択すると右上のところにこの頂点がどのボーンのウェイトが乗っているのかというのが出ます。なのでここで数値を細かく設定していきます。6つ目、アーマチュア以外のモディファイヤーは適用済み。モディファイヤーを適用せずに VRM を作るとシェイプキーで表情を使ったモデルがクラスター上で表情が変えられないというエラーが起こります。また表情はブレンダー上でシェイプキーを使って作りますが、シェイプキーを設定した後は頂点数を変えることができません。なのでモディファイヤーは表情を作る前に適用しておく必要があります。7つ目、表情はシェイプキーで設定しておく。お伝えした通り、表情はモディファイヤーを適用してから設定をします。設定方法はこの右側のオブジェクトプロパティからシェイプキーを選択して設定していきます。今私はすでにクローズアイという目を閉じるシェイプキーを1つ設定しています。ただ最初の初期状態ではこのように何もない状態。ここでプラスを押すとまず無表情、ベースの表情ができます。もう一度押すことで新たな表情のシェイプキーを設定することができます。ここでは笑った時の目を一つ設定してみます。まず名前を設定したら編集モードに切り替えます。そして頂点を調整してニコッと笑った目を作っていきます。形ができたらオブジェクトモードに切り替えて、この下の値を1に設定するとニコッとして0にすると無表情に戻って、これで表情の確認ができます。8つ目、編集モードでの対象化は解除済み。どういうことかというと、このモデルを選んで編集モードにすると右上にこのように XYZ というのがあります。これは X にチェックを入れていれば左右対称に編集してくれるよという機能ですが、これもモディファイヤーと同じくクラスターにアップした時に表情の邪魔をするので、この時点でついていたチェックを外して色がついていない状態にします。すべてのパーツでこれを行います。9つ目、身長設定お忘れなく。モデルの身長はブレンダー上で設定します。身長はオブジェクトモードの状態で N を押してトランスフォームを開くと下に寸法が出てきます。この Z のところが身長にあたります。ただこの状態で身長を調整してしまうとこのようにモデルの形が崩れるので、アーマチュアを表示させてアーマチュアを選択した上で S キーでスケールを変更します。この小さいバックに表示されている白い四角の1メモリが10センチなので、これをおおむねの目安にしてください。1.5 とか入れるとこのように Z だけ伸びてしまったりするので、アーマチュアからアーマチュアごとスケールをかけていきます。注意点の最後、FBX 出力時はモディファイヤーを適用。これが私は最初全然わからなくて、なんでうまくいかないんだろうと思ってたんですが、最後 FBX を出力する時のこの画面でいろいろ設定することがあります。まずこれはしなくてもいいんですが、後で作業が楽なのでアーマチュアとメッシュとその他だけ選んでおきます。でここからが重要で、このジオメトリの中の
これですね、モディファイアを適用、このチェックを外しておきます。これが入ったままだとアーマチュアも適用されてしまってクラスター上で挙動がおかしくなるのでチェックを外します。あとこのトランスフォームをというところは入れた方がいいよという記事もネット上で見るんですが、私は入れなくてもうまくいっているのでそのままにします。最後にファイル名をテキストにつけてインポートしてブレンダーでの作業はこれで完了です。以上、この10点がうまくいっていればクラスター上でのトラブルはだいぶ減るんじゃないかなと思います。ブレンダーの作業が完了したらぜひこの10個を確認してみてください。次はついに Unity の作業に入っていきます。まずは Unity Hub というものをダウンロードします。Unity にはバージョンがいろいろあったりプロジェクトも複数作れるんですが、それを入れておく箱が Unity Hub だと思ってください。で、この Unity Hub のサイトに飛んだらダウンロードを押してダウンロードしていきます。次はクラスターが Unity に求める情報をいろいろ拾っていきます。まずクラスターのアカウントを作りましょう。このログインのところを押すと Twitter や Facebook のアカウントでも作れますので、ご自身の好きな方法でアカウントを作ってください。すでに持っている方はそのアカウントを使ってもらえば大丈夫です。アカウントを作れたらログインをしてもらって、この右上のアイコンマークのところからアバターを選択します。この画面のインフォメーションのところにアバターの制限についてというのがあるので、これをクリックします。するとアバターの制限がいろいろ出てくるんですが、この下の方を見ていただくと、ここですね、クラスターでの推奨バージョンは UniVRM なんとかですと書いてあります。これを使って VRM を作ってねということなので、この UniVRM なんとかをもらうためにここをクリックします。するとバージョン 0.61.1 のページに飛んだので、下の方行っていただいてここからダウンロードをしていきます。クリックでダウンロードができます。ダウンロードができたら上の方に行っていただくと、この UniVRM の推奨バージョンというのが載っています。なので Unity ではこのバージョンを使っていく必要があります。それを覚えた上で先ほどダウンロードした Unity Hub を開いていきます。左側のインストールをクリックして右上にあるエディターをインストールをクリックします。するといくつかのバージョンが出てきます。先ほど覚えたバージョンがここにあるのでこれをインストールしていくんですが、もしここになければこのアーカイブをクリックしてダウンロードアーカイブをクリックすると今までのアーカイブが残っています。なので先ほどの画面にない場合にはここからダウンロードができます。ただ今回は先ほどの画面にありましたのでそこからダウンロードをしていきます。これですね、インストールします。ここでモジュールを加えますかといろいろ聞かれるんですが、特に加えなくて大丈夫です。絶対日本語の画面が使いたいという方はここでチェックを入れます。で、インストールが始まりますが結構時間がかかるのでしばし待ちます。バージョンのインストールが完了しました。そしたら今度はプロジェクトを選んで新しいプロジェクトを作っていきます。エディターバージョンのプルダウンから今インストールしたものを選んで 3D にチェックを入れてプロジェクト名をつけていきます。このプロジェクトのデータがかなり重たいものなのでいろんなキャラクターで使い回していくことになるかなと思います。なので汎用性のあるプロジェクト名がおすすめです。で、保存場所を選びます。この保存場所が後々 VRM の出力先になります。保存場所を選んだらプロジェクト作成をクリックします。プロジェクトができました。これがこれから FBX を VRM に変換していく場所です。で、このレイアウトをちょっと変更していきます。右上のところから 2x3 を選んでこのゲームタブを上のところに移動します。これは私がゼンさんという方の YouTube を見て真似して使いやすかったので、この動画でもこのレイアウトをおすすめしたいと思います。レイアウトが準備できたら先ほどダウンロードした UniVRM のファイルをインポートします。これをしないと VRM を出力するために必要な情報が作れないので、これは忘れずにインポートをします。
この辺は特に何もいじらないで大丈夫なので、右下のインポートのボタンを押します。ちょっと待ちます。これで VRM を作る準備ができました。いよいよ FBX を VRM に変換していきます。VRM は2段階に分けて出力していきます。まずファーストステップとしてベースを整えていきます。先ほどブレンダーから出力した FBX をインポートしていきます。このアセットの上で右クリック、クリエイト、フォルダーで新しいフォルダを作ります。ここはこのキャラクターのフォルダなので、ハコクマというキャラクター名を入れてフォルダを作りました。作ったフォルダに先ほどの FBX を放り込んでいきます。これでインポートが完了しました。そしたらここをクリックしてリグとマテリアルを設定していきます。まずリグをクリックしたらすぐ下のプルダウンからヒューマノイドを選びます。で、右下のアプライを押してコンフィギュアを押します。ここでプロジェクトセーブしますかと聞かれますのでセーブをしてください。そうするとこういう画面になります。ここはどのボーンが何の役割ですかということを正式に設定する画面です。このモデルはうまくいっていたんですが、私が以前作ったこのモデルではヒップにはヒップが、スパインにはスパインが入ってるんですが、チェストのところがノンになってしまいました。で、この足りないボーンをどうするかというと、真ん中のヒエラルキーのアーマチュアから該当するボーンを探して、今回このチェストを選択してドラッグして緑の図のところ、該当する場所にはめ込みます。これでチェストのボーンが割り当てられました。ちなみにクラスターでアバターを動かすために必要なボーンは決まっています。このアバター画面のアバターの制限のところに行くと、こうやってボーンについての説明があります。ここにあるボーンがアバターに入っていないとクラスターでは動かせません。で、この中にチェストも入ってますので、今チェストを当てはめるっていう作業をしました。元のクマのモデルに戻ってきました。他のボーンは特に問題なく割り当てられていそうです。たまにヒップスのところにルートのボーンが割り当てられてしまうことがあるんですが、そうなるとクラスターで椅子に座ろうとした時にお尻がつかなくて宙に浮いてしまうみたいなことが発生するので、ボーンは正しい役割が割り当てられているか、ここでしっかり確認をしてください。設定ができたら下のダウンを押します。この画面に戻ってきたらマテリアル設定を行います。この上の部分のマテリアルをクリックして、ここのエクストラクトマテリアルズを押します。空っぽのフォルダが表示されますが、このまま適用を押すとブレンダーで設定したマテリアルが表示されます。このマテリアルにシェーディングを設定していきます。シェーダーのところから VRM を選んで M トゥーンを選択します。するとトゥーン調の可愛いシェーディングになります。あとは各マテリアルの色を調整していきます。プレビューができるように、ここのモデルをこの真ん中のサンプルスクリーンのところにドラッグします。すると左側のスクリーンに表示されます。色味の印象がブレンダーで設定した時とかなり変わったので、このマテリアルを選択してここから色味を調整します。このぐらいの色にしようと思います。そうしたらここをコピーして、この下段は影の色なので今の色よりもちょっと暗めに設定しようかなと思います。上の段と下の段同じ色でも構わないかなと思います。同様にズボンの色も調整していきます。この黒はしっかり黒なので上段はそのまま、下の影の部分だけ黒に設定し直します。この白いマテリアルは T シャツのマテリアルなので、花柄のテクスチャを載せていきます。テクスチャをフォルダからこの画面にドラッグして持ってきます。そしてマテリアルが少し灰色の影っぽい色になっているので、
白に設定し直して、これをしないとちょっとテクスチャの色がうまく出ないので、これでテクスチャをこの四角の部分にドラッグして設定します。これで花柄が設定できています。テクスチャはブレンダーの UV マッピングに従って設定されているので、ブレンダーと同じ位置にお花が来ています。アウトラインも設定していきます。このインスペクターの下の方にアウトラインというこれですね、場所があるので、ここのノーンになっているものをワールドなんとかにしていきます。でこれで顔のところにアウトラインができているんですが、あとはこの数字を調整して太さを好きな感じにしてください。これぐらいにしておきます。で色も変更できるので、ちょっと柔らかい印象にしたいときは真っ黒よりちょっとこの茶色っぽいような色にしてみるのもいいかなと思います。そしたら他のマテリアルでも同じようにアウトラインのノーンを変更して太さを揃えて色も変更していきます。輪郭線は使うアプリによってはこの方法よりもブレンダー上で背面法を使った方が綺麗に出ることもあるんですが、クラスターにおいては私は多分こっちの方がいいかなと思っています。背面法を使うと自分では何でもないんですけど、第三者から見た時に頭が透けちゃうみたいなことがあったので、自分で気づけないトラブルがもしかしたら起こるかもなと思っています。ただ同じ事象が出たっていう方を私は見つけられていないので、もしかしたら私だけだったのかもしれないです。それではこれでファーストステップの作業は完了なので、一旦 VRM として出力してみます。このヒエラルキーのところのデータ名ハコクマをクリックして、この状態で左上のバーから VRM、ユニ VRM を選んでエクスポートヒューマノイド、そしてタイトルはキャラクター名でいいかなと思います。バージョンはまだ完成していないので 0.9 と入れてみたりして、制作者の名前を入れたらエクスポートを押します。自分の好きなフォルダーに VRM を出力します。これまでの作業に問題がなかったか一度クラスターにアップして確認してみます。ログインをしたら右上のアイコンからアバターを選択します。するとこういう画面に行くので、アバターをアップロードを押して今出力した VRM を選択します。アバターをアップロードするにはメール認証が必要なので、ここでメール認証もしておいてください。そしたらサムネイルを設定してアップロードを押します。これでアップロードが完了しました。そしたらクラスターにログインしてみます。私はパソコン版のアプリから確認していますが、スマートフォンや iPad なんかから見ていただいても大丈夫です。今アップしたアバターを選択して中に入ってみます。無事ハコックまで入ることができました。一人称視点でこれは今鏡を見ている状態ですが、ジャンプもできそうです。これは第三者の視点ですね。手を上げたりってこともできるし、走っても特に問題はなさそうです。ちょっと寄ってみたり、体の変なところがないかなというのも確認しますが、どうやら私が意図した通りに作れていそうです。なので VRM は一旦これで OK ということで、第2ステップに入っていきます。次は可愛く使いやすくということで VRM をもう一度出力する作業をします。先ほどまで編集していたこのヒエラルキーの子はこのチェックを外して一旦非表示にします。そしたらアセットにまた新たなフォルダを作ります。今度はハコックマ2として第2ステップ用のフォルダとします。そしてこのフォルダの中にさっき出力した VRM をそのままポイッと放り込みます。するといっぱいこうやってフォルダが出てきますが、この中のブレンドシェイプと名前のついたフォルダをクリックします。このブレンドシェイプという名前のデータをクリックすると IU とか表情すべてまとめて設定ができます。先ほど瞬きを作ってあったので、このブリンク瞬きを選択して表情設定していきます。下のここを引っ張り出すとプレビュー画面が見れるので、プレビューを用意して、でこのクローズアイを 100% 全力で出るように設定します。これで瞬きの指示がクラスターから来た時にクローズアイがオンになります。
同じようにジョイのところにはにっこりした目を設定していきます。で実際にはあいうえおとか、あと泣いてる顔なんかも作って、ここから設定をしていくようになります。またクラスターではサプライズ、びっくりした顔も設定できるんですが、この選択肢にはないので自分で追加する必要があります。この Add Blend Shape Clip というのをクリックしてフォルダが開くので、このファイル名をサプライズと英語で入力して保存します。するとここにサプライズドっていう選択肢が増えるので、びっくりした顔を入力します。クラスターでどんな表情が設定できるのかは、このアバター画面のアバターの制限についてからアバターの表情設定というところに飛ぶと説明があります。設定の仕方も書いてありますし、ここでチェックしていただくと、もし将来表情が増えた時なんかも参考になるかなと思います。次は視点を設定します。これは先ほどクラスターに入った時の画面なんですが、この画面の下に表示されているのは自分の体の一部です。目の位置をちゃんと設定しないと自分の体が見えてしまうっていうちょっと不思議なことが起こるので、この設定をしていきます。Unity の画面でさっき読み込んだ VRM の中に入っているこのデータをヒエラルキーに引っ張っていきます。これはさっき出力した VRM をプレビューしている状態になります。視点の変更はこの VRM に手を加えていきます。この中にはアンマチュアの情報であるとかいろいろ詰まっているんですが、視点はこの一番上の階層を選択して右側のインスペクターで設定をしていきます。ここではいろいろ設定ができるんですが、視点の設定で大事なのはこのファーストパーソンというところですね。これが視点の位置を設定するものなので、だいたい 0.2 とかそのぐらいを入れてまずは見ます。するとこの左のスクリーンのところに矢印でこの目の視点はここにあるよっていうのが表示されます。これだとちょっと目から離れすぎているので Z 軸でもうちょっと体に寄せて、中に埋まっちゃうとまた体の一部が見えてしまうので、このぐらいの眉間かなっていう位置ぐらいに設定をします。これが一人称視点の時のカメラの位置になりますので、自分の好みに設定してください。最後は揺れ物の設定についてです。このくまちゃんにはないですが、髪が長いとか袖がヒラヒラしているみたいな時に使える機能です。このヒエラルキーの一番下にあるセカンダリーを選びます。で、この中のスプリングボーンというものを調整して、あとはもしぶつかった時に貫通しないようにしたいよという時はコリジョンというものも追加して設定していきます。詳しくは別の動画で解説していきたいと思っています。これで第2ステップの設定も完了です。ついに最終形の VRM として出力していきたいと思います。先ほどと同じように VRM からエクスポートヒューマノイドバージョンをせっかくなので 1.0 に直した上でエクスポートをしていきます。名前は適当につけてください。それではクラスターにアップしていきます。アップロード画面から今のカッコ1がついたデータを選択してアップロードします。ちょっとサムネイルを寄りにしてみたりして、で名前もせっかくなのでフィックスという名前にしてアップロードします。はい、ではクラスターに実際に入ってみたいと思います。今見切れている子ですね。どうでしょう。はい、では確認してみたいと思います。一人称視点にして寄りにして、はい、瞬きちゃんとしてますね。他の表情も確認してみたいと思います。ここから表情を選んでにっこりをさっき設定したのでにっこり、はい、にっこりしてくれました。こんな感じで他の表情も設定することができます。というわけでこれにてクラスターのアバターが完成しました。こんな感じで少しずつ慣れながら可愛いアバターをたくさん作っていただければいいなと思います。ご視聴ありがとうございました。